皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。今日も皆さんと一緒に楽しく日本語と日本の文化を勉強していきましょう。常連客の拓也です。うさぎ店長、今日も美味しいコーヒーをお願いします。仕事終わりですごくお腹が空いています。かしこまりました。拓也さん、今日もお仕事お疲れ様です。お腹の音がここまで聞こえそうですよ。もしかしてまだ晩ご飯を食べていませんか？はい、まだなんです。早く帰って何か食べたいです。それなら今日のテーマは日本人の晩ご飯についてお話ししましょうか。海外のリスナーさんからも日本人は毎日家でお寿司や天ぷらを食べているんですかとよく質問されるんですよ。毎日お寿司は絶対に無理ですね。お金がなくなってしまいます。日本人は基本的に晩ご飯は家で食べることが多いんですよ。自分で料理をすることを自炊と言います。そうですね。レストランなど家の外でご飯を食べる外食も楽しいですが、毎日の基本はやはり家でのご飯です。では、家でどんなものを食べているのか、まずは日本の理想のスタイルから紹介しましょう。拓也さん、一汁三菜という言葉を知っていますか？もちろんです。これは少し難しい言葉ですね。1は数字の1、10はお味噌汁などのスープのことです。そして3は数字の3、菜はおかずのことです。その通りです。つまり、ご飯を中心にして、一つのスープと3つのおかずを組み合わせたメニューのことです。これが日本の伝統的で一番バランスが良いとされる理想の形なんです。3つのおかずは、お肉や魚を使ったメインの主菜が1つ、そして野菜や豆腐などを使った小さなおかず、副菜が2つです。実は僕、先月、健康のために一汁三菜の自炊をしようと決心したんです。まあ、素晴らしいですね。でも3日でやめました。月曜日はご飯、豆腐のお味噌汁、メインに豚の生姜焼き、そしてほうれん草のおかずとだし巻き卵を作りました。本当に美味しくて、僕って料理の天才かもと思ったんですが、何か問題があったんですか？洗い物が多すぎるんです。ご飯のお茶碗、お味噌汁のお椀、メインのお皿と小さなお皿が2つ。一人暮らしの狭いキッチンにはお皿の山ができてしまって、仕事の後に片付けるのが本当に大変でした。すごくよくわかります。一汁三菜は栄養バランスが良くて理想的ですが、毎日作るのは本当に時間と手間がかかりますよね。私の母は、私が子供の頃、毎日この一汁三菜を作ってくれていました。今思えば本当に感謝しかありません。素敵なお母様ですね。お母様にとっても家族の健康を守るための愛情だったんでしょうね。はい、このように晩ご飯のスタイルは誰と一緒に住んでいるかというライフスタイルによって大きく変わります。例えば私の子供の頃のような家族の場合、お母さんやお父さんが家で料理を作ってみんなでテーブルを囲んで食べるのが一般的です。わかります。僕が子供の頃もそうでした。そして週末などの休みの日は、お母さんも料理を休むためにみんなでファミリーレストランや回転寿司に外食に行っていました。車で出かける週末の外食はちょっとしたイベントみたいで楽しかったですね。家族で過ごす楽しい時間ですね。一方で、今の拓也さんのような単身者、つまり一人暮らしの会社員はどうでしょうか？一人暮らしだとやっぱりどうやって簡単に済ませるかが重要になります。毎日仕事で帰りが遅いと一から一汁三菜を作る体力は残っていません。だから週末にたくさん料理を作って冷凍しておいたり、ご飯だけ家で炊いておかずはスーパーで買ってきたりすることが多いです。なるほど。家族で住んでいる人と一人暮らしの人では、食事にかける時間もキッチンで使うエネルギーも全然違いますよね。理想は一汁三菜ですが、みんな自分の生活に合わせて工夫しながら晩ご飯を食べているんです。その通りですね。でも日本人が毎日家で食べているのは一汁三菜のような伝統的な和食ばかりじゃないですよね。はい、そこがとても面白いところです。理想のスタイルを紹介しましたが、毎日の仕事の後にそれを作るのは本当に大変ですよね。
そうなんです。ですから、リアルな日常の晩ご飯はもっと簡単でお皿の数が少ないメニューが多いですね。はい。現代の日本人は一つのお皿で済む料理、つまりワンプレート料理や丼と呼ばれる深い器にご飯とおかずを一緒に乗せる料理をよく食べます。丼は牛丼やうどんのことですね。拓也さんは疲れているとき、どんなものを作りますか？僕は断然カレーライスです。週末に大きなお鍋でたくさん作っておけば、月曜日から水曜日までカレーを食べることができます。温めるだけなので本当に助かります。カレーライスは素晴らしいですね。日本ではカレーは国民食と呼ばれるくらいみんなが大好きな定番メニューです。リスナーの皆さんはカレーはインドの料理だと思っているかもしれませんが、日本のカレーは少し違います。とろみがあってご飯にとてもよく合うようにアレンジされているんです。他にもご飯に合うようにアレンジされた料理がたくさんありますよね。そうですね。日本の食卓の面白いところは、和食だけでなく西洋の料理である洋食や中華料理が普通に並ぶことです。これを和洋中と言います。例えば、洋食ならハンバーグやオムライス、中華なら焼き餃子や麻婆豆腐、唐揚げですね。どれも日本の白いご飯と一緒に食べるために日本風の味付けになっています。その通りです。レストランで食べるような本格的なものではなく、家庭の味ですね。日本人はご飯とお味噌汁を用意して、その横にハンバーグや餃子を置いて食べるのが大好きなんです。これが現代のリアルな日常スタイルです。お腹が空いてきました。でもうさぎ店長、海外のリスナーさんの中にはそんなに忙しいなら毎日レストランに行って外食をすればいいじゃないかと思う人もいるかもしれませんよね。そうですね。そこが今日最後の、そしてとても重要なポイントです。なぜ日本人は毎晩外食しないのかについて詳しく解説していきましょう。理由は大きく分けて2つあります。拓也さん、1つ目の理由は何だと思いますか？それはもうシンプルにお金の問題です。日本のランチとディナーの値段の違いが大きいからですよね。大正解です。日本ではお昼のランチは本当に安くて美味しいんです。1000円くらいで立派な定食が食べられます。でも夜になるとどうでしょうか？夜はメニューが変わりますよね。仕事終わりに外食するとどうしてもお酒を飲みたくなりますし、居酒屋に行くとお通しという小さな前菜のようなものも出てきてお金がかかります。はい、夜にレストランや居酒屋で食事をすると1回で安くても2000円から3000円、お酒をたくさん飲めば5000円くらいかかってしまいます。これを毎晩続けると大変な金額になってしまいますよね。先週も会社の先輩と居酒屋に行って楽しくてつい飲みすぎてしまって4000円払いました。次の日のお昼は節約のために100円のパン一つで我慢しましたよ。それは大変でしたね。だから外食はたまにの楽しみや特別な日にとっておく人が多いんです。そしてもう一つの大きな理由が、中食という文化がとても充実していることです。中食ですね。リスナーの皆さん、これは外食と家で料理を作る内食の真ん中にあるスタイルのことです。その通りです。中食とはスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどですでに出来上がっているお弁当やお惣菜を買って帰って家で食べることです。このお惣菜が本当に便利なんです。お惣菜というのは唐揚げ、コロッケ、ポテトサラダ、焼き魚などパックに入って売られているおかずのことです。日本のスーパーのお惣菜コーナーは種類が驚くほど豊富ですよね。お寿司や天ぷらもありますし、仕事が終わって夜の8時や9時にスーパーに行くといいことがありますよね。はい、割引シールが貼られる時間です。20% オフとか運がいいと半額のシールが貼ってあります。黄色い半額シールを見つけると心の中でやったーと叫んでしまいます。わかります。嬉しいですよね。疲れて帰る日はスーパーで半額になったお弁当やお惣菜を買って帰る。これが多くの日本人が外食をしない最大の理由かもしれません。本当にそうですね。
外食に行くと店員さんや他のお客さんに少し気を使います。でもスーパーでお惣菜を買って家に帰れば楽なパジャマに着替えてテレビや YouTube を見ながら誰にも気を使わずにゆっくりご飯を食べられます。仕事で疲れた体と心をリラックスさせるためには、やっぱり自分の家が一番落ち着く場所なんですよね。だから日本人はレストランよりも家での晩ご飯を大切にするんだと思います。なるほど。日本人が毎晩外食しない理由が僕自身も改めてよくわかりました。お惣菜の話をしていたらコロッケが食べたくなってきました。帰りにスーパーに寄ってみます。半額シール貼ってやるかな。うふふ、残っているといいですね。皆さんももし日本に来る機会があったら、ぜひ夜のスーパーのお惣菜コーナーを覗いてみてください。日本のリアルな食生活が見えてきっと面白いですよ。リスナーの皆さんの国では晩ご飯はどうしていますか？日本のように家で食べることが多いですか？それとも外食することが多いですか？皆さんの国の晩ご飯事情もぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは今日のうさぎちゃんの日本語カフェはここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。